日進月歩塩田正弘です。先日と同様に、リオさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。塩田正弘チャンネル。合気道結構いろいろ味わいましたけども、はい。どんな感じですか？ちょっと距離を置きたくなりました。でも合気道でいういい間合いですね、ここが。本当ですか？近かったらやっぱリオさんの間合いになっちゃいますから、合気道はもう間合いを取らなくちゃいけないんで。あ、そうなんですね。はい、掴まないといけないから近くの方がいいと思います。そういう場合もありますけども、そうやってこう、そう遠くから来て掴んだ時がですね、もういろいろ護身術とか、はい、女性がかけてた護身術などをやったんですけども、やっぱりちょっとストレートこう、ね、パンチとかを今合気道家の人が結構見てるので、どういうふうにこう対応していくのかっていうお話が、はい、この回でできたらなというのと、はい、結構僕のチャンネルエンタメというよりマニアックでして、はい、だから説明を結構ね求める方がいる。なるほど。わーって痛いなってわーって終わりもいいんですけども、はい、ちょっと説明も入れさせていただけたらなと思います。はい、はいはい、でこうパンチをこうきますよね。はい、こうパンチがきます。まっすぐ。まっすぐです。はい、こうきますよね。はい、はい、でこの時の目付けなんですけども、はい、はい、もちろん手は見ないんですよ。ね、相手の手を見ない。剣も同じなんですよね。担当を持ってナイフを持ってたりするとこれを見ないですね。はい、全体をこう見て、だからさっきのように落ち着かなきゃいけないっていうのもあります。はい。で来たところをね、こう後ろに落とすやつですね。人体5本目。その前に4本やっちゃってますからね。5本目。はい。この声出ますね、絶対に。そう。うわってなりますね。そう、力が入ってたら声が出るんですよ。よく合気道の動画であーって声が出るのは力が入ってる証拠で、はい、もう脱力してたら別にね、声は出ないですから。力が入ってたのあってやられたら声は出ますね、人間って。そうなんですね。脱力しないですね。でも脱力しない方がこっちはありがたいですね。で、マイク・タイソンがお好きなんですよね。はい、大好きです。はい。で、マイク・タイソンは塩田剛郎と会ってるんですよ。はい。で、養親会に来ていただいて、合気道はタイミングの技と、力技ではないって言ってるんですよ。今までの受けてきて、受けてるだけだとちょっとわからないじゃないですか。はい。はい。ね、力技なんじゃないかとか、はい。タイミングどういうところでみたいなのがあると思うんですけども、それをね、ちょっとここ説明できたらと思います。はい、今みたいにストレートパンチで、はい、このね、伸びきった瞬間なんですよ。決めるのは。ですね。この伸びきった瞬間で、ちょっとこう決めてなくても、その後ここでね、実践だったら、小手返しで決めちゃう。っていう感じ。なるほど。1の手がダメだったら2の手にみたいな感じです。それもそうですね。型でやってると、そういう技が来るとか分かりますけども、実際僕もいろんな人とこうやってるんで、バックグラウンドも違いますから、手の形が違うわけですね。はい、で今のこう来て、これで、これで崩すのもね、はい、すごい技術が必要なんですよ。例えば、腕力でやっててもいかないから、ちゃんとお辞儀が相手に伝わる。ね、別にこう握ってるわけじゃない。で、こうやってね、崩さないと相手が強いところにこうやってもね、ここが硬いんですよ。はい、だから一回こう崩したところ。はい、で、間合いを取って小手返しなり、ちょっと近ければ腕絡みかけますよ。そうですね、こういう感じ。っていう、間合いに。ずっと電話かけて。すいません、電話もういいや、このままやっちゃいましょう。あとさっきからすみません、何回も場所が狭くてっていう技をかけていく。でね、あとは合気道家がこう伸びた瞬間に肘当て呼吸投げっていう技をやるんですけども、それってね、あんまりこう体の使い方を生かせてない人が多くて。ちょっと待ってくださいね。こっちが大丈夫。ゆっくりやってください。はい、ゆっくり。で、なので体のブレがあったらあれですけども、体ブレないんです。ちゃんと後ろ足から伝わってくる技があって、こういう感じだからもう前に行くっていう感じですね。いろんなね、
肘当て呼吸だけなんかこうやって外してこうやってわざと受け取ってるとかああいうのもありますけども、歩ければいいんです。合気道は歩ければいいの。ちゃんと重心がかかとからつま先の方に移動する、背筋を立てて、それが相手に技を決めようって前のめりになってもここにね伝わんない。だからここに背中があったんです。こうやって僕のだからみんなこう相手がいると技を決めたいから前にやってこうやって手首を痛めようとするけども、このままね僕が背中で歩けばいいわけですよ。こうやってでその時にしっかり伝わってこうねこういう感じ、いい受け身ができました。今の合気道のね受け身でした。だからそうなるんですよね。どんどん受け慣れられない受け慣れてきた。でリオさん今日なんか演舞っぽいっておっしゃってたじゃないですか。はいはでも今すごいいい受けをされてて、そのままいったら顔から落ちちゃうじゃないですか。い。だから今ちゃんと回って受け身を取られてました、ね。あ、そうなんですか。はい。へえ。だからそういうたまたま。すごいいい受け身でした。あ、本当ですか。普段ボクシングにあんな倒され方は絶対ないもんね。うん、ない。あたまに反則でなんか腕決めたりとかする人いますけど。はい。でもそんなん全然こう力技なんで。そうですよね。相手も痛がってるかもわかんないですけど、その今みたいにっていうようなんではないですね。はい。自分はちょっとそれを学んでですね、ボクシングに今日はやっぱりボクシングに何か活かせないかと思ったんで、これをですね、ボクシングに活かしてですね、この先生の技をですね、相手を痛めつけたいなと思います。なんかまとめて終わろうとしてませんまだこれからですけども。でね、僕、得意技っていうか、合気道って決める技っていうのは少ないんですけども、先生によってこの技しかやらないっていう道場もあるんですけども、ここでは全部の技をやるんですよ。なんでかっていうと、人によってどの技で気づくかわからない。やっぱり本当に自然体でいることが大事なんだなっていう合気道の本質をいろんな技をやってどの技で知るかわからないんですよね。で、あとね、こうさっきねケネディの技とかいろいろかけましたけども、こうパンチを打ってきます。でちょっと崩してこうねギリに投げっていうのが意味なる。リアルな受け身だと危ないですね。そう。リアルな受け身だと危ない。今みたいに危なかったですね。どうやって受けるんですか。本当は下までやんないんですけども、やらないですか。今のとかも不思議なんですよ。例えばですけども、合気道後ろの足とつながるってさっき言ったと思うんですけども、こうやって今はねわざと崩してない状態、こうまっすぐ僕のこっちに押す力が押せないんですよ。で方向変える。方向変える。すごいですよね。ここで普通だったらですよ、ラリアットとかこういう感じで押されたら手の力だからこうなっちゃうけども、ここに僕のね後ろ足が当たってるの。こうでここでこうやったらやっぱぶつかり合いになっちゃう。こういうふうにだから回してあげる。こうやってそうです。すみません、どこを回すんですか。どこを回すね、ここを接点にして、僕は指の先を意識してこう回してたりしますけども、ここで押し合わない、指を回してこうだから顎がこうなってるからですね。だから崩れてる、ぶつからないっていう感じ。ぶつからないんですよ。最初からさっきみたいにこうやってやってもぶつかるんで、一回方向を変えてこう崩してあげるですね。なるほどです。なるほどです。面白いですよね。面白いですね。すごいですね。だから軽いね、100キロ以上のリオさんでも軽く感じるし、重いって思ったら、結構やっぱ力でやってるからどんどんそれを直していく。毎回同じ稽古で、っていうことが大事ですね。なるほどです。なるほどです。